MP48 のパート8です。空力性能と2台の実力差。MP48 の動画はおそらく今回最後になると思います。空力担当者の話をまだ出してなかったので、それを紹介したいのと、このウィリアムズとマクラーレンの2台の実際の実力の差について、またいつもの人に語ってもらいたいと思います。空力担当アンリー・デュラン。MP47 は大成功を収めたとは言い難く、多くの理由から期待外れだった。基本的なレイアウトの段階から難しいところがあった。235リットルのタンクと大きな冷却系を必要とし、結果としてホイールベースも長かったからだ。1年前の MP47 でデュランさんはとても苦労したのが伝わってきますね。何しろ車の中に収めるものが全て大きいので、ホイールベースも長くなって苦しかったというのが伝わってきますね。MP48 ではエンジンも小さく燃費もいい、冷却系が問題になることもなく、アクティブサスのおかげで姿勢を自在にコントロールできた。車全体のレイアウトから空力の自由度が高くなり、理想的なインターナルフローも実現した。MP48 ではエンジンが V12 から V8 になりましたから、エンジンそのものも小さいと。で、燃料タンクも小さいし、ラジエーターも小さい。なので、車の中のレイアウトが自由が利いて思い通りの設計ができたんでしょうね。で、その結果、車の中の空気の流れも良くなったと。MP48 が意外に速い車だったっていうのは、車体内部の空気の流れが大幅に改善されたというのも大きいと思います。開幕直前にディフレクターの効果を発見したことは大きなブレイクスルーだった。ディフレクターは旧型フロントウィングの組み合わせで機能していた。新型ウィングはディフレクターがなくても同様の効果を得ていた。何戦かの間は試行錯誤があった。MP48 といえば、このボディの横にくっついてる板、ディフレクターが特徴ですよね。このディフレクターは、デュランさんが言ってる旧型フロントウィング。上の写真のフロントウィングの一番端っこ、翼端板、垂直の板がまっすぐの板。この旧型ウィングとの組み合わせで効果を発揮すると。で、下の写真、これが新型ウィングなんですけども、翼端板の下の後ろ側が丸くえぐれてるのがわかると思います。ちょっと写真が不鮮明でごめんなさい。これで同じ効果を得てると。なので、ディフレクターをつけてるレースもあれば、つけてないレースもあると。ただ、シーズン後半でもディフレクターつけてる時もありましたし、もっと言うと、94年もディフレクターは使ってるので、そのサーキットに合わせて組み合わせを変えていたんでしょうね。この空力パーツが MP48 では非常に特徴的でした。それで、このディフレクターの効果についてデュランさんこれ言ってくれてないんですけど、これ要するにフロントタイヤが作る空気の渦をディフレクターでボディの横から剥がして、ボディに流れてくる空気をきれいに後ろに流したいっていうことですよね。リアディフューザー後端を垂直に折り曲げたガーニーと呼ばれるものをつけた。ピークダウンフォースを高めながら、車高を下げると激しくストールしてダウンフォースが減るようにする。これで車高のマネージメントはさらに効果的になった。以前の動画でこの車はストレートでリアの車高を下げて空気抵抗を減らしているという話をしましたけども、その効果が強く出るようにこういうことをしてたんですね。これいい写真がなくてごめんなさい。写真で紹介したかったんですけど、車の一番後ろ、ディフューザーの最高端にちょこんと上に跳ねるような板が確かついてるんですよね。それで普通に走ってる時は空気を跳ね上げますからダウンフォースが増すと。リアの車高を下げるとそれが斜めになるんで斜め上に空気が飛んでってダウンフォースが抜けてくれるってことなんでしょうかね。デュランさんはこういう工夫もしてたんですね。いろいろと工夫していた MP48 なんですけども結局じゃあウィリアムズの車と比べて空力性能はどうなのかっていうのを、この2台の性能を実際に知るパディ・ローさんが語ってくれてます。MP48 をどう評価しますか？空力的にはあの車はウィリアムズには遠く及ばなかった。私は両方の数値を知っているから間違いない。マクラーレンもサスペンションは悪くなかった。あの車は軽く合成も高かった。パワーと空力に劣っていながら、あれだけの成績を上げたのだから、メカニカルグリップが
ウィリアムズより良かったとしか考えられない。FW15C を開発してシーズン途中でマクラーレンに来たパディ・ローさんですから、具体的な空力性能を数字として知ってるわけですね。なので、やっぱり比較するとマクラーレンは空力性能は劣ると。で、もちろんエンジンパワーも劣ると。なんだけど、あれだけ成績を出したというのは、メカニカルグリップが良かったとしか考えられないって言ってますね。おそらくなんですけど、これは V8 エンジンになったことによって、車の中のいろんなものの配置が適正になって、まず、アクティブサス以前に車体全体のバランスが良好っていうことなんだと思いますね。で、しかもマクラーレンのアクティブサスがなかなか優秀だったので、コースによってはウィリアムズに勝つことができたということになると思います。